私がやってるフルーツカッティングは繊細に丁寧に美しく盛り付けるっていう形になってます。今日はこちらの6品を使ってカッティングしていきます。2皿仕上げたいと思います。パイナップルを使ってパイナップルボート、それからメロンを使ってメロンバスケット、それからハートに切ったハートメロンと両方作っていきます。まずメロンで切っていきます。やっぱり大きいものを切るのはこういう大きい包丁の方がスパッときれいに切れますから、グローバルの三徳包丁です。一般家庭で使われる包丁ですよね。ここからペティナイフに持ち替えていきます。東次郎さんというところのペティナイフです。これがですね、フルーツカッティングをするにあたってすごく優秀な実はペティナイフで、刃とグリップの重さバランスがすごく良いので、小回りが利きます。すごい切りやすい優秀なナイフだと思います。私教室を始めてから十数年ずっとこれ使ってるんですね。こういうカットをしたい時はまだ熟しきるほんの一歩手前ぐらいでカットしていきます。はい、続いてメロンハート型に抜いていきます。フリーハンドでいきます。そうですね、あんまり奥まで入れないで先端の方を使いながら切っていきます。もうメロンもそうですし、オレンジとか全てのものそうですけど、やっぱり切れ味のいいナイフでスパッと切っていくと、そこから果汁があふれるようになるので、的確にナイフを入れることで間違いなく美味しくなっていきます。はい、剥けました。ハート型です。じゃあ続いてキウイの膜バラを切っていきます。と皮を剥いていきます。半分に割って伏せて、これをですね極薄に切っていきます。1ミリとか2ミリとかがもう理想じゃないかと思います。よいしょ、このぐらいにします。これなるべく均一に伸ばして、はい、これでちょっとこれでバラになりました。続いてリンゴを切っていきます。まず木の葉切りと言われるカットなんですけど、ちょっとパフェに飾ったりとか、90度の V 字が重なってます。これを木の葉切りと呼んでるんですけど、木の葉のようにこうずらして、この長さもかなり長くまで持っていきますし、お好みの長さでできます。はい、後ろに立てていきます。ちょっと大きいものなので切っちゃいます。で、今度は回しながら皮だけ切り込みを入れて、これをですね、なんかこのナイフ、短いナイフですけど母はここを差し込んで切っていきます。すごく使いやすいです。この位置で抜くと。これで完成です。市松りんごです。今度はちょっと違う形に切り込みを入れていきます。斜めですか？はい、ワッテンに入れます。水平に差し込んで抜いていきます。
最後にスワンを切っていきます。リンゴのスワンです。これもいくつか切り方があります。それぞれちょっと私はこういうやり方でしますけど、はい、取れました。さっきの木の葉の応用なんですけど、全く同じ木の葉切りをしていきます。顔になります。ここに切り込みを入れまして、首を刺していきます。羽で押さえます。そしてスワンの羽を伸ばしていきます。よいしょ。はい、ここに完成しました。これは白鳥のいる森、木の葉だったりお花が咲いている中に白鳥も泳いできているっていうシーンです。角角をシャープに鋭角に出す。ここがもやっとすると仕上がりきれいにならない。やっぱり鋭角にすべきところをピシッと角角ですね。ここ大事だと思います。続いてパイナップルから切っていきます。これをまずは6等分するんですけど、まず半分に切りますね。横1本切り目を入れて中を抜いていきます。はい、これで抜きました。はい、果肉の部分だけを切りました。これをですね、実の方を切っていきます。だいたい3等分ぐらいで食べやすいサイズに切っていきます。そしてこれをですね、戻してボートにしていきます。でちょっともしかしたらご覧になったことがあるかもしれないパイナップルボートです。これがボートを表しています。手間かからない、すごく早いです。これからオレンジで背景となるシーンの波を作っていきます。5、6ミリぐらいですかね。立ってくれる厚みで、この反対側を切ります。これをですね、同じように立てるんですけど、3連のウェーブになってくれます。ではここにイチゴを入れていきたいと思います。今 V 字型にどんどん切れて、はい、V 字に切ってみました。これが葉っぱを表すリーフのカットになります。
切れ味によって仕上がり全然違いますし、美味しさに関わってきます。切れ味って一番大事じゃないですか。だから専門的なすごくいい包丁じゃなくても、ご家庭で一般的に使われているものでもちゃんと研いで切れ味を良くしておくっていうことだと思います。私の使ってるものってそんな特別なものじゃないんですけど、これで十分フルーツカッティング素敵にできますから、フルーツをより美味しく、楽しく、そして綺麗に、目にも綺麗に召し上がってもらうために、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。